はい。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。どうぞよろしくお願いします。最初にもう雑談から始めたいと思います。今日なんですけど、土曜日いつも、僕家庭教師の方が結構、朝から、夜までずっと続いてる日で、一番、なんていうのかな、忙しい日っていうか、いろいろ考える日なのかなっていう感じで、日曜日よりね、土曜日の方がちょっときついというか、なんですけども、その中でやっぱ最近ちょっと、ずっと16時間ダイエットをしていたんですが、ちょっと間で、チョコレート食べたりしちゃうんですね。なので、やっぱちょっと生徒のストレスじゃないんですけど、先生でもやっぱりストレスみたいなのもあって、清水さん、どうもこんばんは、よろしくお願いします。お疲れ様です。ちょっと待ってくださいね。これ、あれが出てない、音声が。どこでやればいいんだっけ？一旦押せばいいのかな？よいしょ。今ちょうどお花さんとしめじさんの音声が出なかったので、これで出るかな？はい。すいませんね。はい。よろしくお願いします。で、ちょこちょこ食べてしまって、ここ最近なかったんですけど、やっぱりね、仕事でストレスがあると、車の移動中に、ちょっと食べようっていう気になってしまって、やっぱり生徒とかお母さんとか見てる方もいるので、実は。あんまり誰がどうっていうわけないんですけど、やっぱり、ストレスかかりますよね。ちょうどね、こういう、あれなんですよね。みんなそうなんですけど、推薦入試かどうか、この時期って、もう12月に高校入試の12月の初め頃なんですけど、中学3年生って、ちょうど2学期の通知を、2学期の、期末テストが終わって、通知表が出るときにはもう、すでにその私立高校の、推薦が取れるよ、みたいな。マイクテスト中？もしかしたらこれマイク聞こえてない？大丈夫ですか？今聞こえてます。ちょっとこれテスト入れるか。テスト。すいませんね。テスト。オンライン家庭教師泥兼業トレーダー戦略24テスト。ごめんなさい。今、撤回。お花、OK ですよ。ありがとうございます。今、勝手にテストしちゃいました。シメディ、音声は聞こえていますが、自動音声通知の方です。なんだろう。自動音声通知が来なかったってことですか？どういう設定なんだろう。俺もこれちょっと分かってないですね。設定のやつって。なんか不具合があったんですね。すいません。そうですね。シメディ、今聞こえました。OK です。はい。なんかね、これちょっといろいろ準備してると、どう言ったらいいんだろう。少し分かってきました。リロードしたりとかちょっとしないといけなくって、もう多分、これで大丈夫だと思います。少しなんかこのシステムちょっと分かってきた。どうやって説明していいか分かんないですけど。音が出ましたよね。はい。それで私立高校の方でどうやら今ちょうどチクチクと学校の先生があなたも私立の方どうって言ってきている人もちらほらと出てきて、公立高校をね、狙いたいなと思ってる子で、やっぱ最近どうも私立ってお金がかからなくなってきたんですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。今日東雲さん、後半、活躍してくださいね。ちょっと書いてきました。株価チャートの本ね、ありますので、ネタバレですけど、よろしくお願いします。はい。で、私立高校の動きがね、最近どうも良くなってきました。ほんとね、思うのは、僕もちょっと思うんですけど、お金があんまりかからなくなってきた。
ので、今、正直言って、私立高校に行った方がいい生徒さんも結構多いと思います。まず一つは何かというと、公立高校の入試疲れ。だからその入試のために勉強して、高校行ってから気が抜けちゃう子もよくいるんですよ。だから結局勉強って入試のための勉強じゃないのに、入試の問題が例えば難しかったり、ちょっと頑張りすぎちゃって、高校行ってからポカッと、塾行かなくなっちゃった子もいるんですけど、中学で塾行ったり家庭教師つけたりする子が多いんですね。で、高校行くと、普通科っていうか、高校入試のためにやってた勉強が、一区切りしてしまって、息切れしちゃうっていうか、なんて言うんですかね。受験疲れみたいなことで勉強しなくなっちゃう。で、私立高校の推薦とかだと、もうここで12月で入試が、受かってしまうので、で、僕はもうそこから高校の勉強とか含めてやっちゃっていいと思うんですよね。なので、そういうふうに考えた方が楽なんじゃないかなと思うんですよね。だけど本当に勉強やりたくないっていう私立の推薦の子もいるので、そこは無理強いしないですけど、公立高校で踏ん張っていい高校行きたいな、頑張るなっていうことはよくよく考えて、これからもね、勉強続きますのでっていうことで、そういうことをできるんだったら私立高校に最初入ってしまって、受験っていうストレスからではなく、その先のね、勉強してもらいたいなと思っております。今ちょうどこういう時期っていうか、学校が動いています。実際にはね、私立高校はもうちょっと具体的には1月中旬から下旬なんですけど、水面下ではもう動いてきていますね。あと大学の推薦入試も今ちらほらと出てきてます。来週あたりでも面接行く子も何人かいますね。はい。大学の方はもう9月、夏休み明けぐらいから AO を受けるか、推薦入試かっていうのはひたひたとね、水面下で話はあって、もう1学期の通知で大学の方はほぼ、決まっちゃいますのでね、推薦入試は。これ今回は高校入試の話っていうことで。今日ちょっとこういう話がタタターっと立て続きにあったので、ちょっとチョコレート食べちゃったという話です。なんかチョコレート食べたくなっちゃって、そう。いつもナッツだったんですけど、ダメですね。ずっと、順調には痩せてたので、1日ぐらいはっていう感じですけどね。はい。ということですね。あと、教育的な話でもう一個いきます。大学入試が実は2025年からなんと情報が必修になりそうです。パソコンとかプログラムですね。3年後ですかね。次の、大学入試。だから今の中3生が大学入試を、受けるとき、大学入試センター試験の科目に新たに情報が入ることになりました。もうこれは嬉しいですね、僕としては。本当はもっと金融のこととか入ってほしいですけど、さすがに金融のことは入らず、情報パソコンのこと、ハードウェア、ソフトウェア、それから今高校でね、情報の勉強してる人もいますけど、そういったことが入ってきます。プログラムの内容も入ってきますのでね、またね、この情報についての問題とかもちょっとちらっと見たんですけど、なかなか難しかった。でも、大人からすると、地歴、例えば社会で言うと、地歴とかよりは、よっぽど情報を勉強した方が、簡単だと思います。どうも川端さんよろしくお願いします。ということで、2025年から今度も、現行の7教科30科目の中から、6教科30科目の中から新たに7教科21科目になりそうだということですね。国公立大学行く人は大変かもしれないですけど、多分この情報が入ることで理科と社会がちょっと選択が幅が増えるんじゃないかなと思います。相変わらず今900点満点なのかな？はい。
ということで、こういうことはね、本当金融とか入ってほしいですよね。私たちとしては。大学入試が変わると、教科書も変わってくるし、中学高校とかの勉強の内容も変わってくるので、やっとね、暗記中心のものから少し世の中に役に立つ勉強にね、やっぱり変わってこなきゃいけないですよね。ただ、英語に関してはだいぶいいですよね、今。大学入試センター試験も、リスニングと、ヒアリングの率もかなり高いですから、英語についてもスキルはかなり、はい。昔みたいには文法を暗記してっていうことで点が取れないので、英語はかなりいいと思います。数学はちょっと簡単になってますけど、それは日本で言うと、世界の中でも数学の難しさってトップレベルなので、もうあれぐらいもっと簡単にしてほしいなと思います。だって、本当に、役に立つんですけど、結構きついっすよ。数学の勉強も。はい。ベクトルとかも、数 C に今度移るので、今度ベクトルもやらない子も出てくるんですね。きっと数 C ってやらない子もいるので。だから今まで僕らがやってた、例えば行列であったり、ベクトルであったりは必修じゃなくなりますので、どんどん数3とか数 C に移りますのでね。そんなこともあります。という、ちょっと教育的なお話すいません。はい。でですね、今日一つ皆さんも知ってるけど、この記事をちょっといきたいと思います。これ何かというとですね、僕持ってたんですよ。仮想通貨の FTX っていう口座です。もう知ってますよね。なんとね、ここが破綻申請したんですね。昨日ですか？今日かな？ニュース見てちょっとびっくりしました。これ僕の今口座は、FTX の JP っていうところで日本支社なんですけど、実は日本支社は、僕、結論から言うとここに口座もほとんどお金預けてなかったです。なぜかっていうと、この FTX は、東雲、10日で行きましたね。そうなん、10日だったでしたっけ？2日前か。そうそう。ここ、なんで日本人は、FTX は今年の3月で、金融庁から FTX のそのレバレッジがかなり高いっていうか、先物取引できるんですけど、これが結構レバレッジが高かったんですよ、ずっと。で、金融庁から目つけられていて、東雲、10日間。10日間？何ですか、10日間っていうのは。ちょっと僕、情報が、まだそこまで分かってないですけど、10日間で戻ってくるわけじゃない、破綻。で、ごめんなさいね。また、なんだっけ。この FTX が、3月、今年の3月に、日本から脱退したんですよ。脱退というか金融庁からもおすすめができないっていうことで、やめてほしいということで、FTX の方から、ここに移行してくださいよっていうことで、いろんなものができなくなってきたんですね。で、僕もその2月ぐらいに何回かこの FTX から連絡があって、口座をこれぐらいに移すか、だから僕ここでソラーナを持ってたんですよ。で、ソラーナをもう売ってしまって、あと、ここの FTX のFTT トークンっていうのも持ってたので、これも売ってしまって、バイナンスに移したりしたんですね。で、僕的には、多分日本人の方結構この3月で、この FTX から移した人も多いと思うんですよね。で、もしここでビットコインとかをそのまま持ってる人がいたら、これは出金できない状態だと思います。今ちょうど書いてありますよね。これね、FTX 現在出金できませんって。はい。トロント、BTT、JST、入金は無効ですって書いてありますね。東雲、バイナンスの社長とトラブって10日間で破綻。10日間で破綻したんです。そうそう。確かバイナンス、もともとバイナンスと協力関係にいて、要はバイナンスが応援してったんですよね。このアフロの
社長さんが確かアフロのトレーダーさんなんですよ。で、だけど、ちょっとこう、バイナンスとうまくいかなくなってしまって、スポンサーに当たるバイナンスが、ダメっていうことで、それで一気に、マージンコールとかいろいろ、投資家とかが抜けてしまって、破綻に追い込まれたっていうことらしいですよね。うん。ということで僕もスレスレセーフじゃないけど、でも、痛いです。身近に持ってた口座だって取引もあって、結構ユニークなことやってたんですよ、ここ。トランプ政権が、今度、2020、今中間選挙やってますが、2年前なんかは、そういう先物取引で、例えば日本のオリンピック、東京オリンピックができるかどうかっていうので、こうトレードしてみたりとか、結構ユニークなことやったんですね。だから面白いなと思ってたし、あと、仮想通貨の多分、口座的にはここ、第3位ぐらい、第2位かな。バイナンスとなんかとその次ぐらいの大きさだったと思うんですよ。だから、かなり大きいことだと思いますよね。それもあって多分、今日もトレードのやつ見ますけど、仮想通貨落ちてますよね。信用がこんだけ大きいと、ちょっとした、仮想通貨のリーマンショックじゃないですけどね。これでね、もしバイナンスがやられたらね、終わりっすね。さすがに。もう僕ちょっともう仮想通貨もう何枚だって状態です。アメリカの人たちもどう思ってんですかね。すごいと、アメリカの人たちの方が気吹いてると思いますよ。日本はその点3月で一回こう、出勤とかちょっとね、何回かあったので、結構 FTX から外してる方も多いと思いますけどね。そんなお話でしたね。はい。久々仮想通貨の話をしました。はい。それでは、今日の、ことをやる前に、相場見ましょうか。はい。相場見ましょう。ちょっとすいません。相場のページを出すのを忘れてしまいました。少々お待ちください。はい。では、金曜日の為替からちょっと見ていきたいと思います。金曜日がなんとドル円が138円ということで CPI 効果がすごいですね、これ。はい。もうとにかくボラティリティがすごくて FX トレーダーは大変ですよね。もう CPI によって一撃ですもんね。世界中がもう乱れております。はい。という状態ですね。138ってもういつぶりですか？ちょっと僕記憶がないです、もう。ユーロ円が143ですもんね。はい。という FX はそんな状態でした。仮想通貨見ましょう。さっき言ってた。今日はあれなんですね。もう今現在収まったんですね。低い位置で。イーサリアムとか 2.51 上がってますけど。収まりましたね。今日は収まったって感じですけど。いやー、でも、リーマンショックじゃない怖いですよね。破綻がこう次に続いたりとかすると、本当に怖いと思います。連鎖反応があると怖いですね。はい。今は穏やかな仮想通貨状態ということです。次に、金曜日の日経。はい。のめ、売ります。やっぱり。はい。ナスダック続伸、SP500 が久々4000に近づきました。4000、先物4000ですね。4000か、今年、もう、あと1ヶ月半ですけど、どうでしょうか。4000でキープしてくれますかね。なんとか4000にキープしてほしいです、今年は。去年のプレが4700ですかね。確か。はい。今年1年で元に戻すかなと思ったんですが、戻らなかったです。4000までいてくれればいいかなと。
また来年って感じです。そのくせダウは結構戻しましたね。33,700 まで来ましたね。これは、ダウ、ちょっといいですか？ダウの値って、もしかしたら、去年のパフォーマンスから超えてます？ちょっとダウ見ていいですか？ちょっとごめんなさい。準備してなくって。週足見ますね、ダウの。去年のトップがダウが1月3日36,900か。あ、まだ年初、そうですね。去年のピークまでは戻ってないですね。33,700、そうですね。700ですので、こんな感じです。でもダウはすごいですね、これ。週と重なったので大きく動きましたね。そうですね。あ、そうか。SQ の金曜日と兼ねてますね。あれ。なるほど。それもあったんですね。ダウの週足見ると、やっぱ安定してますね。ね。30品目。ダウは。さすがですね。はい。ということで、今年のここ、8月15日34,100。で、まあ、この感じだともう一回ちょっとね、調整はあると思いますけど、伸びすぎてるので。また、CPI も一時的な要素もいろいろ重なってるので、ちょっとまあ、すぐに伸び続けるっていうわけではないと思いますけど、足見るとこうね、ジグザグしてるのよくわかると思います。はい。こんな感じですね。じゃあ続きいきますね。中国、香港。あ、もう香港 7% ですよ。何ですかこれ。1日で 7% 上げたんですね。もう指数なのに 7% ってありえないですよね。ちょっと狂ったように上がってました。これちょっともう例外ですよね。ほんとなんか香港すごいボラテリティが高い今。下がりもすごいけど 5% 上がったり、7% 上がったり、また 3% 上がったりしてますね。これはちょっと怖いですね。台湾も異常ですね。はい。香港も異常ですね、これ。指数で1日 3% これ上がるってなかなかないです。こういうのはちょっと信じられない。インドは 18,300 っていうことで、そろそろこれ、年初来高値、インド見ていいですか？これ、もしかしたら、あれですね。東雲、コロナ規制一部緩和らしいです。どこが？香港か。それがあるのかな？さあ、ごめんなさい。先にインド見ちゃいました。出ました。インド見ますレジサポラインがここ来てます。抜けそうですね。これ週足です。抜けそうなとこに来てます。ごめんなさい。週足でピンバーが出てる。怖っ。大丈夫かなこれ。はい。インドはここをブレイクするかどうかについに来ました。ここ、最高値ですね。18,500 が最高値です。さあ、楽しみですね。ここ、来週からインドが。これ抜けたらインドだけ世界でちゃいますよ。はい。という状態であります。インドはいい位置です。シンガポール、ベトナム底値だと思うんですけどね。一回ちょっとベトナム見ますね。久々。EW、違う。EW じゃない。あれ？あった。ベトナムの週足です。コロナの2020年のベトナム3月が 9.47。さすがにここまで落ちてない。ここか。ちょっとこれ邪魔。無料のやつが。もう、2020年の4月 11.18。ここですね。
そろそろこれ、週足で見ると緩やかになってると思うんですけど、ベトナム、ね。いい加減にしてほしいってか、川端さんもこれいい加減にしてほしいと思ってると思いますけど、すいません。ここもそろそろ、これ、週足で見てもらうとわかりますけど、ここピンバーになってますね、週足の。はい。もう下げ止まってる気はするんですけど、もうちょっと様子見て、もうちょっと上がってきたら確実に買ってもいいかもしれません。ベトナムは、今週でも、あれですね、売買高が異常に高いですね。はい。これ見てください、ここ。はい。ポイント。来週、登ってくるかどうか見定めましょう。ベトナム。はい。あと、オーストラリア。これ、世界的に金曜日上がってましたね。アフリカも戻ってますね。はい。ということでした。コモディティいきます。ゴールドもえらい高くなりましたね。一気に。1770まで行きましたね。シルバーも21。高いですね。原油も高いですね。90近くまで来ました。原油昨日 2.91 まで上がったんですね。天然ガスは逆に、天然ガスだけおかしな動きしてます。ちょっとソフトコモディティが変な動きしてますけど、来週見ましょう。まだレンジだと思いますけど、大豆がちょっと上がってます。小麦もちょっと上がってます。はい。コモディティそんな感じです。はい。あれも見ましょう。ごめんなさい。SP500 の週足見ます。1週間のパフォーマンスはこんな感じでした。見えますかね。大型株が大きくジャンプしたので CPI 効果によって大型株が牽引して全体的に今週は良かったと言います。ただもう明らかにテスラが今週1週間でも 5.54% 落ちてます。ヘルスケア落ちてるってもそんなに落ちてません。はい。そうですね。これ赤いですけどそんなに 1.30 なので、はい。今週1週間は、CPI によって救われた週だということが言えます。エネルギー変わってませんね。とにかく大型株が良かったので、はい。バークシャファーザウェイも良かったですね。はい。じゃあ世界も見ます。世界の1週間のパフォーマンスです。ブラジルが異常に悪い。目立ちますね、ブラジルが。ブラジルはなんか別の要因。まさかのコロナがブラジルで流行ってる？これおかしいですね、ブラジルだけ。でも南アフリカはいいですもんね。オミクロン株は全然もう関係ないのかな？ここは。はい。ブラジルだけ赤いです。あと目立っているところは、イギリスは変わらないですね。はい。これあんまり変わってません。電気自動車とかはいいのはありますけど。はい。中国はプラスです。あんだけ下がってるからもういい加減にしろって感じですけど。ただ、あんまり上がってません。アリババも 1.38 じゃん。1週間で 1.38 ですから。ジンドンがいいです。10% 上がってます。ジンドンも電気自動車、自動運転のなんか作ってますね。中国の自動車もなんか情報入って自動運転化とか加速してますね。タクシーの自動運転もやってますよね。はい。台湾セミコンダクターもいいですね。18.17。ここが半導体が巻き返したのも大きいかと思います。こんなとこですね。はい。それでは、今日の特集、違う、株取り行きましょう。どれだっけ？株取り行きます。はい。じゃあ18番です。ちょっと読みますよ。今日全部いけるかな？株取り行きます。じゃあチャートの方皆さん、これ見えますか？ご覧ください。読みますね。
ここまで出しますね。これチャート出します。はい。次のチャートの銘柄、1年前に、あれ俺、見てるとこ合ってる？ごめんなさい。17番か。あれ ?18 番だよな、これ。ごめんなさい。いいんだな。ごめんなさい。18番ですね。はい。次のチャートの銘柄を1年前に200株保有していました。じりじり下がり続けてる株価を見て、430円で損切りしました。100株で損切り。売りって書いてあるところですね。はい。その後、株価は一時335円まで下がってしまいました。下がってますね。しかし、そこから株価は急反発。現在500円まで上昇しています。上昇しちゃったんですね、損切り後。さて、皆さんは売りますか？買い増ししますか？様子見しますか？という問題です。3択です。売るか買うか、様子見か。移動平均線と売買高も見てくださいね。この売買高移動平均線が、13日移動平均線は、短期がこれか。違う。短期がこれだ。ちょっと見にくいですけど、短期がここですね。これですね。長期の方がもっと平坦になってるやつ。26日平均線がこれですね。一応これクロスしてますね。短期が長期を上抜いてはいます。ゴールデンクロスはしています。さあ、どうでしょうか皆さん。お花、買い増し、売買高上がっているし、ゴールデンクロスしていますね。なるほど。はい。アナさんは、そう言いました。シメディ、買いたいに1票。はい。川場タッチ、はい。買い、カップイズハンドルかも。はい。東雲、買いだけどもっと早く買いたかった。皆さん、オール買いですね。損切り後に急反発が来ました。さあ、いいですね。今日、ごめんなさい。時間の関係で1問だけですけども、いきますね。はい。もう答えいきますよ。ドン。見えますかね。買い増しです。はい、皆さん、ご名答です。最近なんか、皆さん優秀すぎて、つまんない。とか言って。すいません。だいぶ見方が単純で、シンプルでいいと思うんですよね、こうやってね。はい。読みます。430円で売った株を今更500円で買い戻せないという人も多いでしょう。しかし、買い増しすべき理由がチャートにはたくさん出ています。はい。もう言ってる通りですね。このチャートは、前の問題のチャートの上下、木曜日でやったやつですね。逆さにして作ったものです。上下逆さにすると、投資判断も逆になります。木曜日の話ですね。売りは最悪の投資判断です。はい。株価が大きく下がってしまった時に、含み益を抱えて嫌な思いをしていたので、株価が急反発した時に売っておさらばしたいと気分になる人も多いようですが、ここで売ってはもったいないのです。ですね。100株持ってるので様子見も悪くありませんが、後期でしっかり動く積極性が欲しいということで皆さんご名答。売買高ゴールデンクロス。移動平均線上向き。なんか、高値更新。ここでもまだまだ、上昇する余地を残しておりますということですね。はい。ということで、正解でございます。ありがとうございます。それではですね、今日なんですけど、この流れからもう特集に行きたいと思います。先に。お金大全最後にやりますわ。はい。篠梅さん、ここから、読者なのでね、ちょっとまた、助けてくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれからこちらの方ですね。はい、出ました。本日より、特集なんですけど、この株価チャート大全について、
これから一緒にね、皆さんと勉強していきたいなと思います。まず、これの、本の良かった点をちょっとだけお話しすると、今まで僕もテクニカルとかをいろいろこう解説をしてきたんですけど、この方の、チャート大全、まあ全部で100パターンあるんですけど、どれも、納得のいく、なんていうかな、テクニカルの指標です。で、ここ、間違えちゃいけないのは100全部覚える必要はないと思います。これを聞いて、こういうテクニカルを見て、自分だったら、これ、使いやすいなとか、これだったら指標にいいなとか、例えば MacD 好きな人とかいるじゃないですか。なので、RSI が好きな人もいるじゃないですか。まあ、高橋段さん多分 RSI と MacD 好きな人ですよね。こんなこと言って、移動平均線好きな人もいるじゃないですか。だから、このそれぞれの特徴があることを、見方を一通り知って、で、各々が見るときに、使いやすいものっていうのを選んでいけばいいと思うんですよ。なので、ここでチャート大全で100個やってきますけど、僕は、どれを推奨するっていうわけじゃなくて、このテクニカルは、こういうメリットがあるよっていうことをお話しできればいいなって思います。なので、過去の、テクニカルのこともいろいろ話してますけど、今回これ体系だって、例えば、グランビルの法則とか聞いたことある名前もあると思いますので、今日これをね、いろいろ紹介していきたいなっていう話ですね。はい。で、クイズも当然出てきます、ここの中で。これの方がちょっと難しいかもしれません。ただ、まだクイズは出さないです。はい。ではですね、最初に、今日ちょっとトークが多くていけないですけど、こちらの方からお話をします。はじめにということで、ちょっと読んでいきますね。チャートの値頃感をつかむということですね。はい。あれちょっと待ってください。これ違うな。はじめにじゃないな。ごめんなさい。ここ間違えました。あれはじめにいいんだ。いいんだ。いいんだ。はじめにでいいんだ。ごめんなさい。株価チャートの値頃感をつかむということですね。ちょっと、皆さんはじゃあ、ここのグラフをちょっと見ながら、僕ちょっと説明読んできますね。はい。〇〇工業の株価は現在1850円です。この図を見てくださいね。はい。果たして、この1850円という金額は安いでしょうか？高いでしょうか？多くの銘柄は100株単位で買えるので、これ日本の株のことですね。100株単位で買えるので、〇〇工業は現在18万5千円から買えるわけですと。18万5千円と聞くと、それは高いという人もそれは高いと言えば、それなら買える。思ったより安いという人もいると。しかし、結局は自分の財布と相談した上で、個人的な感覚で買っていくということになります。株を売買する上で知りたいのは、取引する場所。株式市場においてこの1850円というのが高いのか安いのかという点であると。それが分かれば今買っていいか判断できません。例えば1ヶ月前なら900円で買えたものを1850円で買うのはためらいますと。そこで登場するのがこの株価チャートということですと。株価チャートは、過去の株価のグラフを表したものですと。株価チャートを見ることによって、安いのか値頃感をつかむことができますという話ですね。これ皆さん、ずっとチャート見てきましたので、わかると思います。はい。じゃあ次行きます。この、本ですけども、買う、売るのサインがわかる100個のパターンがあるよということです。はい。皆さん、ここを見ますね。ここ。はい。この、表を見てくださいね。はい。
要するに、株価は売買の判断するためのツールであり、株式投資においては、投資家全員に与えられた武器ですということになります。しかしながら株価チャートを見るのは難しいと思っている人も多いでしょうと。取引するための唯一の武器を放棄しているわけで、とてももったいないということですと。で、このチャートをどこを見るのか、どこで売買するのか、実際の株価チャートを元に解説をしていきますと。様々な局面で、株式市場で売る、買うの判断を正しくできるよう、基本的なパターンを100個示していますということですね。はい。ここ、図でも今ありますけども、これ何の週足なんだろう。なんだこの会社。モノタロウっていう会社ですね。はい。で、週足のチャート。で、この形なら、ここのポイントで買いサインが出てる。ピンバーですね、これは。これタグリ線って言うんだ。ピンバーのことも。日本語で言ってる場合もあるんですね。ピンバーは買いのポイントですよっていうことですね。さっきちょうどあれですね、これ。ベトナムの週足でこれ同じの出てましたね、ピンバーが。はい。株を売買する際にはこれらの形を知っておくことが大事だよっていうことを言ってます。はい。っていうことですね。これタグリ線って言うんですね。はい。僕も、用語で知らない場合もあったり、なんか同じような表現もありますよね。はい。じゃあ、次行きますよ。はい。よくある話です。このチャートから投資家の心理が読めるということですね。この皆さんはこれを見てくださいね。チャートのとこ。加えて株価チャートは市場に参加する、投資家たちの心理状態を示したものになるということです。相場はなぜ動くか、その理由を十分理解できるようにしましたということで、今回からこの本では、売りと買いのとことか、こういう操作、ハンドルとか今、今日、東雲さんもちょっとなんか言ってませんでした？このハンドルとか、その話。カップイズハンドル。川端さんが言ってたのか。今、カップイズハンドルって。こういうことも操作、ハンドルっていう話もね、出てくることもあります。下落トレンド、上昇トレンドということでね。はい。こういう風に見えますということですね。それでこの続きですね。ちょっとここ下行きますよ。はい。一見、無機質な棒の組み合わせのように見える株価チャートですけども、その動きをつぶさに見ておくと、そこで取引した心理家の投資家たちの心理、すぐ買わなきゃ、しばらく様子を見ておくか、そういった、ところの動きが取れますと。株価チャートを読み解くことは、投資家心理を読み解くことでもあります。これやっぱり思うんですけど、こうやって順を追って学べることって大きいなと思いますね。で、みんなで一緒になってこうやってライブで学べるっていうのも大きいと僕は思います。だって、なかなか今日はこの必勝パターンがあれば、いいぜみたいなYouTuber とかで言いません？これはね、こんな簡単にね、できないと思います。今じゃいいですよね。こうやってみんなで共有して勉強できるツールができるわけなので、もうすごくいいなと思いますね。ただ、すぐには難しいと思いますのでね、今、最近こうやって株トレもやってますけど、よりこれも、詳しく、一緒に皆さんで生涯学習じゃないですけどね、楽しく、いろんなパターン見ていきたいなと思います。100個ですからね、これも。はい。それでは、目次。ここからいきますよ。今日どこまでできるかわかんないですけど。何があるか、この第1章からちょっと読んでいきたいと思います。第1章。チャートから読み取れる基本の判断材料ということで、今、チャートのまず基本からいきます。株価チャートで過去の
値動きを分析できますということですね。それから見る目的。これ大きくした方がいいかな？見えますか？はい。目的を明確にしてチャートを見ること。次、損切り。利確損切り。損切り、利確確定と損切りのポイントがわかる。それから次、相場の傾向ということで、トレンド相場とレンジ相場を見分けること。でも初心者の方でもそうですけど、もうすでにここトレンド相場とレンジ相場っていう言葉自体も、知らない人はもう知らないですもんね。はい。さらっと言ってますけど、基本的なことだけど、これ、多分知らない人は知らないですもんね、ここ。レンジって言っても。はい。次、第2章。チャートを構成するということで、基本要素ということですね。縦軸と横軸。株価チャートの基本は縦軸と横軸。まあ見方ですね。それから構成要素ということで、チャートを構成する4つの基本要素を学びます。それから次、ローソク足ですね。4つの価格で相場をつかむローソク足。あれ？皆さんはご存知でした？ローソク足って日本人が作ったですよね、確か。あれなんだっけ堺、あれ違うかあれ一目金衡か。堺六歩。あれなんだっけなんかそんなような名前なかったでしたっけ篠梅さん知ってますかまたなんか、うんちくじゃないですけど、あったら教えてください。確か日本人が作ってて、ます。まずローソク足は。一目均衡表と間違えてるかな俺。はい。それから出来高。よく出ますね。出来高は相場のエネルギーを可視化する。はい。それからテクニカル。テクニカル指標でローソク足の分析を補助する。そうですね。補助ですね。はい。移動平均線。移動平均線は最も多く使われる指標ということで、基本要素のものを入れてます。まあ、トレーディングビューとかでもそうですよね。移動平均線と出来高は標準装備的な感じで見れるようになってます。それから、移動平均線をちょこちょこいじったりとか、テクニカルを入れていったりしますね。東雲、交渉本間早急。なんだそれ。本間さんっていう人が作ったのか。豪商。ああ、そうなんですね。ローソク足の生みの親ですね、これ。あ、もしか江戸時代とかそういうレベル？ちょっといつの話かわかん、あれ？昭和？はい。ちょっと先進めますね。第3章。ここからですね、皆さんも知りたいだろうなっていうのが、このローソク足の、東雲、江戸。江戸なんですね、やっぱり。ありがとうございます。助っ人で。川端タッチ、米相場かな。皆さんちょっと知ってますね。そうですね。米相場って言ったら1700年の先物の始めでもうローソク足ができたのかなそういうことですかね。はい。で、この、日本人が作ったローソク足ですけども、ローソク足の種類とかパターンを一つずつ細かくやってます。こんだけ細かくやっている、とこは YouTube でもそうないと思いますね。はい。今僕もピンバーとか、あと、ハラミ線とかありますよね。これ面白いですね。はい。第3章、ローソク足を中心にやっていきたいと思います。はい。次、ここで練習問題がありますけど、これ、東雲さんが、答え知ってるので、どういう風にやるかちょっとまた考えます。第3章ぐらいから問題が入ってきます。はい。ここから第4章からはもう出てきますね。坂田五法。これ聞いたことありますか？この坂田五法。これが三尊天井とかあれだ、逆三。黙ってますよ、W。黙ってますよ。大丈夫です。ちょっと僕は、実は分かりました。答えが載ってるとこが、上の方にあるので、消せるようにしときます。はい。まあいいや。それはまた。で、第4章から、
この、チャートパターンが出てくるので、買いか売りかって書いてありますので、ここからね、参加できるような内容になってくると思います。で、坂田5歩、三尊天井逆三尊。はい。まあ。で、ここ、面白いですね、これ。三尊天井の次、今度ダブルトップ、ダブルボトムとか、今度カタカナですね。アイランドリバーサルとか、ダイヤモンドフォーメーションとか、アップイズハンドルとか。面白いですね、ここ。はい。そこから次にトライアングル、ウェッジ。はい。三角ですね。持ち合いですね。で、ダウ理論が3つあります。で、トレンドライン。ここからあれですね。水平線引いたりとか、チャンネルラインとかですね。これもう満載ですよ。ね。はい。テクニカルをここ、一緒に学んでいけば、かなりこれ2になりますよね。はい。で、練習問題がありますと。第4章はもう、ふんだんに、ありますね。次、第5章ですね。移動平均線ですね。それから移動平均線の中でもよく聞かれるグランビルの法則。これ、グランビルがなんか1、2、3、4、5、6、7、8、9回もありますね。この人すごいグランビルの法則を使いますね。買いパターンと売りパターンっていうのを出してますね。それから多分グランビルじゃなくて、この移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスもあります。はい。で、3本線の場合の短期、中期、長期のパーフェクトオーダーというのも習います。やりたいことばっかですね。はい、3本線の時。はい。それから、僕初めてこれ紹介するかな。僕昔もやりますけど、ボリンジャーバンド使ってました。はい。ボリンジャーバンドの第6章はテクニカルのことについて。それから、一目均衡表。はい。それからパラボリック。それから、俺知らないな。エンベロープ。サイコロジカル。これも知らない。パラボリックは使ってる人いますね。このエンベロープとサイコロジカルっていうのはちょっと僕も勉強したいですけど。なんだろう。で、RSI が来ます。RSI、ストキャスティクス。使ってますね。MacD。DMI っていうのもありますね。これも聞いたことありますね。MacD が3回あります。それから、何これ ?P&F、ポイント&フィギュア。わかんないですね、ここ。新値足。これもわからないです。平均足。なんだろう、これ。これもちょっと何の平均足かな。それからフィボナッチが1、2、3とあって、リトレースメント、エクスパンション、ABC パターン。これは知ってますけど、フィボナッチ3つありますね。それから最近でこの VWAP っていうのも、たまに、僕の24時間の方ではこれ使ったりしてます。チャートの方でね、入れてます。ということで、第6章までがもうテクニカル満載の講座になってます。それから第7章。ここ面白いですね。株主優待の、権利確定日のチャート。要は、ファンダメンタルが大きく出る時のチャートの動きを見ましょうということで、ただテクニカルの見方だけじゃなくて、急落急転するとき、決算、ね、の前後のチャートの動き。それから、増資発表のチャート。から経済ショックのチャート。今の CPI とかの動きですね。それから、FTX じゃねえよ。これ違う。上場廃止の発表の、とにかく、ファンダメンタルで起こってる時のチャートの動きを見ましょうっていうことですね。はい。あと時間帯、アノマリーの時間帯もありますよね。FX とか動く時間とか、ニューヨーク時間とか、ロンドン時間とか、日本の時間とかありますよね。そういうアノマリーもあります。はい。イナゴタワー。仮想通貨でよく使いましたね、これも。今も全然ですね、急落する方のイナゴタワーはありますけどね。今なんかビットコインは急落のイナゴタワーみたいですね。はい。はい。
ということで、今、目次を読みましたけど、こんだけ満載なので、かなり長い形、まあ、ブチブチでいろいろこう、切ってやってきますけど、株トレと連動して、基本的なお話をこうしていきながら、株トレもクイズもやりつつっていう感じで、テクニカルのね、ことを、満載じゃないですけどね、時間取っていきたいなと思います。はい。まあ、もともと僕はテクニカルのチャートというかで、トレーダーとしてやってきていますので、これを体系だって皆さんと一緒に勉強できるのはとても嬉しく思ってて、こういう教材があるのはすごく嬉しかったですね。でこの教材の中で自分でも経験とかいろいろ皆さんのお話とか聞きながらね、一緒に学んでいけたらなと思います。で、今出してるのが、最初のページになります。はい。第1章の1になりますね。これ読む前に皆さんの方ではすいません。こちらの方をご覧ください。あ、これ大きいかな？これを見ていきながら、ちょっと、チャート見えますか？見えますかね？ここ。ちょっとこれを読んでいきたいと思います。はい。株価チャートで過去の値動きを分析するというところですね。はい。過去の値動きをグラフで表したものがチャートですよということで、もうほんとごめんなさい。最初の最初で申し訳ない。ここね。チャートとはもともと、特定の情報や図やグラフを使って視覚的に表示したものを表しますということです。現在の価格も含めて、株価が過去のようにどのような動きをしたかをグラフにして視覚的にわかりやすくしたものです。ね。昔はどうもこういうチャートって本当になかったみたいですね。点だった縦軸と横軸がなかったみたいですよね。なんかの話で聞いたことがあって、誰が作ったんでしょうね、こういうチャートを。はい。縦軸と横軸を作ったことによって、なんか、株価の動きがわかるようになったって言われてますね。いつからなんでしょうね、こういうチャートができたの。はい。株価の高値、トレンド、過熱感などを相対的に判断しますということで、こちら下の方ですね。例えば、現在の株価が1000円、これですね、の企業があるとして、この情報だけで、株を買うか判断するのは無理があります。あ、こっちごめんなさい。こっちですね。上のチャートですね。これ1000円だけだと買っていいかどうかわからない。はい。右の図では、こちらですね。900円。株価がここ、900円、ここね。から、10日間で1000円まで上昇し、そこから、上昇してきたのがわかりますと。前回高値を意識されて、ここね、900円のところから、いつも言ってますように、この900円のところから高値を上抜いてきてると上昇トレンドに入ったということがこれで言えるかと思います。このチャートだけで見てる判断ですね。はい。つまり、ここだと、皆さんここ、わかります？ここだとどうでした？買いですか？売りですか？もう今クイズ出しちゃってますけど。この900円から上抜いたこの今の1000円っていうのは買いですか？売りですか？喋ってて不意に問題出す俺。どうですかここは。買いでしょうか？売りでしょうか？先に東雲さんからお答えください。川端地。川田さん先。買い。はい。すいません。東雲。はい。買い。はい。はい。どうでしょうか皆さん。不意に嫌なやつだな。シメディ。はい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 。お花さん寝ちゃいました。すいません。まったりしてる人にとっては、なんか不意に問題を出したら悪いですよね。お花、様子見。シメディ、バフェット太郎さんの YouTube ではよく出るパターンですね。あ、そうなんですか。はい。ということで、実は、この1000円のところでも、
買いでいいと思います。はい。まだ、ここは登ってくる。このまま登るっていうか、一回下がってきても、この900円を割らなければ、まだ買いのサインでいいと思いますね。はい。はい。これ、高値掴みって言うかもしれない。高値掴みなのは、900円を割ってしまったら、高値掴みをしたって言うかもしれない。それは結果論でわからないんですよね。はい。だけど今のこの状態は上昇トレンドに900円まで下がってない状態であれば、買いでよろしいのではないかなと思います。なかなかここだけ見ると買いにくいですけどね。この900円のとこの、ここを上抜けたっていうことでね、上昇トレンドに入ったというふうに見ましょう。でしたね。はい。ではですね、次いきますよ。問題じゃないかもしれないので、一応目的を明確にしてチャートを見るということですね。はい。こちら見ましょう。これ二つ見えますか？これだと見えないのか。これでも見えますかね。はい。じゃあちょっと、読んでいきます。目的を明確にしてチャートを見るということです。チャート分析は、手段であって目的ではないということです。株式投資において何をすれば利益になるかを、出せるようになるかというのを軸として、チャートを見る必要がありますと。例えば初心者でも利益を出しやすいのは、よくある順張り戦略ですね。そう、みんなね、逆張りしたがるんですね。安い時に買ったれっていうのは確かに思うんですけど、順張りっていうのを最初に知っておくといいなと僕は思いますね。はい。それをトレンドに乗ると言いますね。現在上昇トレンドが出てます。これですね。はい。ちょっとチャートを見てくださいね。この上昇トレンドの銘柄を見つける必要があるのですが、チャート分析では、ここで役立ちます。要は、チャート上でそうした株価の動きをしている銘柄を選別していけばいいのです。今、世界でさっき今日ちょっとチャート見ましたけど、なかなか難しいですよね。この上昇トレンド。去年はいくらでもこの上昇トレンド見えましたよね。で、先ほどインドの株価指数は上昇トレンドにもうなってきてますよね。あれが上抜けそうですよね。ああいったところを見つけられるかっていうことだと思いますよね。はい。はい。目的から逆算してどんな分析を行うかを決めます。いくら、上昇トレンドっていうことで判断できても、過去の水準から直近の株価が高すぎる。ここね。高すぎる位置にある場合とかあるので、こういう、例えばこれで言うと、ここ。見えますかね？ここでこう、上抜けたここ。ここだったら買ってもいいと思いますね。ただこれはもう最高値などいつ落ちてくるかわからないということで上がりすぎちゃってますよね。ということであったりとか。はい。ちょっと読みますね。こういう形でどんな銘柄にいつ投資をするかを判断するのがチャート分析で大きな目的を持ちますと。しかしチャート分析、株価チャートはあくまで分析を行うための手段ですと。そこから、逆算して何を使うかを考えた方がいいでしょうということですね。この下のチャートどうですかね？ここからさらに上昇するのが高い。ここの大事なのは直近高値を更新したここが一番ベストですよね。みんなここ狙うので、知ってる人はみんなここを狙うからこそまた上がりやすいんですよね。いいですかね。直近高値を上抜けたここですね。ポイントはここ。ここだとみんな買いだと思うのでバーンと上がる。
こがチャンス。でもここちょっと乗り遅れたって言っても、この高値を、ここまで、こうやって上がり続けることないので、またこれが下がった時は、ここ、見えます？ここばっかり言ってごめんなさいね。この安値を、ここの直近の安値、ここも直近の安値なんですけど、この直近安値。ここを見てもいいです。この1個前。この安値を割るっていうのも、見てもいいと思います。ここ。はい。ここを割らなければ、まだ上昇トレンドは続くよって思ってもいいと思います。はい。はい。ということで、こちらの、株価に、チャートについてはですね、また、ちょこちょことやって、で、株トレも合わせて併用して、テクニカルの方をね、時間取っていきたいなと思います。ね、はい。じゃあ、今日最後に、お金のやつだけちょっとだけやって終わりますね。はい。ちょっと時間がだいぶやばくなってすみません。皆さん眠くないです。もう実は昨日結構遅くて、そう、眠たいです。はい。はい。じゃあ、お金についていきます。今日最後、ここだけちょっと話していきます。節約の話ですね。お金の話で。節約は何から取り組めばいいのってことで、皆さんこれ見てくださいね。川場タッチ、スマホ落としました。お！どういうことですか？寝ちゃったってことじゃなくて、大丈夫ですか？寝ちゃったですか？無理しないでくださいね。もう本当にうとうとしていいですよ。はい。ほんと。こうやって、川場タッチ、川端さん、こうやって、じゃあ、あれです。こうやって、こうやって眺めながら、こうやってやってるんですかね。いつもありがとうございます。もう、今日、もうこれやって終わります。ごめんなさいね。はい。節約するものは何かっていうことで、この間もちょっとやったんですけど、皆さんこれちょっとだけ見てくださいね。家賃と保険料と、水道費と食費と交際費と教育費とってあって、こういう感じですね。収入が手取りが、25万、30万、35万、40万、手取りですね。の場合、平均的に使っている家賃とか保険料がこんな風に出てます。ちょっと皆さんの大枠使ってるものと比較してみてほしいです。で、ちなみにこの貯蓄っていうところを見てもらうと、一応目安として 15% から 20% 貯蓄すると、まあいいのではないかということで、25万円の人は貯蓄が5万円。まあできればすごいですね。30万の人が6万円。35万の人が貯蓄が7万円。月額ですね、これ。40万の人は月額8万円。です。ちょっと待ってくださいね。40万で8万円？そうか。どうしよう。これまあいいや。自分と今比較しちゃいました。ちょっとだけ読みますね。大切なのは優先順位をつけて節約することですと。節約は固定費から行いましょう。固定費からそうですね。固定費は毎月決まって一定額発生する費用です。住居費、通信費、水道、光熱、保険、自動車費、その他年間費、月会費など当てはまります。固定費は大きなものから見直すだけで効果が長続きします。上から見ていくしかないってことですね。見直すのは家賃、食費、次が何？
交際費？交際費？教育費ですかね。家賃と食費と教育費。教育費見直せって言ったら俺もクビになるな。やばい。はい。ということで、皆さんもこれで比較してもらえたらと思います。ちなみに、この間僕も言いましたけど、例えば、カフェショップのコーヒーは1杯500円程度ですけど、毎週3回通っていたらそれだけで月6000円ぐらいの出費になってしまいます。はい、卒業しましたよ。もうコメダ行かなくなりましたよ。はい、こういう風にもう、ペットボトルでお茶、はい、入れるようになりました。少し、節約するようになりました。はい。こんなオチでいいのでしょうか。はい。ということで、本当はもうちょっとお金の勉強とかしていきたかったです。今日、なかなかできなくてすいません。はい。またね、株価チャート大全も、お話、たまに不意に、問題を出しましたいので。麦茶思い、出した。1日2リットル作ってます。はい。はい。ダイエットにはいいと思います。今でも実は、やっぱサウナ行ってるので、代謝がいいです。汗かいてますもん、これ。喋ってるだけでも。はい。では、木曜日、また株価チャート大全と株トレ、それからお金の勉強をやっていきますけど。お花、同じくです。ありがとうございます。そうでしたよね。麦茶。そうですね。はい。ホット麦茶の季節になってくると思いますんでね。一緒に麦茶飲みましょう。たまにコーヒー美味しいですよね。はい。いや、でもチョコレート今日痛かったなぁ。明日からまた頑張ろう。ストレスはどうしてもあるのでね、たまにチョコ食べちゃう僕をお許しください。はい。では、木曜日、また11時からね、新しいまたネタを仕入れるかもしれない。通常のね、クイズもまたやっていきますので、ぜひね、ご参加してみんなで一緒に勉強していきましょう。はい。それでは、ありがとうございました。ではまた木曜日お会いしましょう。失礼いたします。お花、お疲れ様でした。ありがとうございます。楽しかったです。